こんばんは、バズマンでございます。今日はですね、40歳からの早弾きシリーズとしてですね、絶対に気にしてはいけないこと、絶対にやってはいけないことをですね、お話ししたいと思います。その代わり、こういう風にやるといいですよっていう解決方法もですね、お話ししますんで、ぜひ最後までご覧ください。皆さんの能力爆上がりしますよ、このビデオで。こんばんは、バズマンでございます。というわけでですね、今日も皆さんの能力を爆上がりする40歳からの早弾きシリーズをやっていきたいなと思いますが、能力を上げる際にこれだけはやらないでっていうことがあります。結論から言いますと、ノイズを消すことです。ノイズを気にすることです。これの質問がめちゃくちゃ多いんですけど、ノイズなんか消してたら早くなりませんよ。ここをですね、丁寧に説明していきたいなと思います。でも、実際ね、ギターで一番大事なのはノイズを消すことだよって語ってる先生も多いですよね。で、この説明に僕が異論を唱えるつもりはないんです。そうじゃなくて、これはね、40歳からの早弾きだからなんですよ。40歳からの早弾きとして、ノイズを消すことを優先させてしまうと、いろいろと都合が悪いですよっていうところをね、ちゃんと説明していきたいと思います。最後までご覧ください。しっかりと説明してまいります。ちょうどね、このビデオが公開される頃は僕は福岡にいます。実はですね、明日僕のライブがあります。福岡で、2年ぶりぐらいのですね、ライブをします。大堀公園の近くにあります、カフェドオペラさんというですね、ライブハウスで、ライブをします。僕のもうね、親友とも言えるようなギタリストとですね、2人で楽しく、ワイワイギターライブをですね、やりたいと思っておりますので、ぜひ、今からでもですね、飛び込みで予約できると思いますんで、ぜひ、概要欄の方からチェックしてみてください。お会いできることを楽しみにしています。さあ、というわけでですね、早速やっていきたいなと思いますが、いろんなトレーニングを今まで説明してきました。そのトレーニングのたんびにですね、ノイズはどうするんだとお怒りになる方が結構、多かったなと思います。で、ノイズは全く気にしなくていいんですよ。その証拠に、みたいなところもですね、お話ししていきたいなと思っております。さあ、まずはですね、フィンガートレーニングのところでお話ししたいと思います。地獄の6分間トレーニングなんかをですね、僕はご紹介しております。ぜひ、まだ見てない方は見ていただきたいんですけど、こういう動きをね、すると、思わずこうやってね、他の弦まで鳴ってしまう。要は他の弦を叩いてしまってるわけですね。なので、僕はまだダメだとか、これはどうしたらいいんだって悩んでる方が多いんですね。こういうの知ってます？これ、フレットラップと言うんですけど、これをしてるとですね、ノイズが消えてくれるんです。優しく。なので、他の弦を叩いても、音止まるんです、ちゃんと。とはいえですね、僕はフィンガートレーニングします。ほとんどノイズ出てないですよね。そうなんです。上手くなってくると、ノイズ出なくなるんです。まずは上手くなって、弦を狙えるようになると、確かにノイズは減ります。プラスですね、この人差し指の寝かし方などで、ね、3弦を押さえてるんだが、4弦も出ないようにしてたりします。でも、ここを今鍛えるところではなく、皆さんは何も気にしなくていいから、まずは指が動くことが一番大事じゃないですか。まずは。指を動かしたいんですよね。その他の成分は、ちょっと置いといてもよくないですか？まずは指を動かしましょう。それが第一優先項目ですね。なので、指が動けば、人差し指を寝かすとか工夫っていうのはできます。例えば僕もこのね、人差し指をちょっと寝かし気味にしてるんで、1、2弦も出ません。でも、それは優先すべきところではなく、最初はやっぱり指が動かないので、しっかりとまずは人差し指を立てちゃって、動くように練習するべきなんですね。これをやらないと、速くならないんですよ。他のことに気取られてると。なので、ここに集中していただきたいなと思いますね。さあ、スケール練習です。スケール練習の時にもですね、他の弦を叩いてしまう。指を離した時に他の弦が鳴ってしまう。どうしたらいいんですかっていうことがあったりするんですね。知ってますこれ。いや。まあ同じことなんですよ。要は、それを気にしなくていいから、まずは、
ね、フィンガートレーニングをする、プラス、このスケールの場所を覚える。まずは3フレット、5フレット、2フレット、3フレット、5フレット、2フレット、4フレット、5フレットっていう風に、頭の中にこう染み込ませてるだけでも結構時間かかりません？しかも、早くなってくると、次なんだっけっつって間違ったりしますよね。ね、スケールなんかっていうのはこういう風にちょっとわからなくなりますよね。こうやって高速で動けるのは、慣れてるからなんですよ。この図形が頭の中にも入ってて、もうね、サザンが9みたいな感じで考えなくても、そこが弾けるようになるほど練習したからなんです。その最中にノイズのこと気にする必要あります？そんなのはこれでなんとかなりませんかね。例えば僕がスケールを弾きます。弾くとですね、ノイズは出ません。でも、まずはしっかりと、覚えている。そしてこう指を寝かしたりしながらノイズを消す工夫もしている。プラス、弾くことに慣れているので、こうだって早く弾けるし、このスピードを保ったまま少し伸ばすこともできたりするので、それを使ってここのね、手の余った肉のところをちょっと当てて、例えば、ここではここら辺が鳴らない。ね、右手で触ってるから。こういう工夫もできますが、それは早く動いてからですよね。早くフィンガリングができるし、早くピッキングができるからですよね。なので、これはね、後です。まずは早く弾けてからです。早く弾けて早く弾くことに慣れたら余力が出るので、その余力でノイズを消します。緊急で動画を回しております。アプリを作りました。こういうやつでございます。というわけでですね、僕らって弾いてみた動画みたいなのやるじゃないですか。気合の入った一本の動画だったら、それは手間をかけてですね、レコーディングシステムで音編集してですね、もう一回ガッチャンコみたいなことでいいと思うんですけど、日々のスケッチみたいなやつってどうしてます？ちょっとこのフレーズ弾いてみたとか、このソロを弾いてみたの時にですね、わざわざレコーディングシステム立ち上げて、またそれで編集してって大変ですよね。僕はめんどくさいんです。なので、このアプリを作りました。このアプリに動画を投げ込んでいただければですね、4つのボタン、この4つのモードからですね、あなたの好きな音声編集をですね、選べます。そしてオリジナルのサウンド、加工後のサウンドもですね、ボタン1つでチェックできます。なので簡単に素早く動画の音声編集ができるというわけなんです。トーンレディと言います。ボタン1つであなたの動画の音声をグレードアップします。アプリストアからチェックしてください。さあ、それでは3つ目ですね。ピッキングの練習の時の、ノイズのね、お困りの声ですね。よく僕はね、この1本だけ弾いてくださいと。1本だけを早く連打できるようにしましょうというふうに僕は説明してるわけですね。その時に、どうしても他の弦、例えば1弦弾いてたら2弦を叩いてしまうと。どうしたらいいですかっていうお悩みがあったりしますね。で、これも、いいですね。この話はいいとして、2弦をね、叩かないようになります。まだ、ピッキングが下手だからって言われると傷つく人もいるかもしれないけど、まず、練習してないのに上手いわけがないんですよ。なので、他の弦を叩いてしまうなんて、当たり前のことじゃないですか。だから、気にしなくていいんですね。単純に消せばいいだけですよね。なので、他の指で触っててもいいですよね。いいし、どういう風にでもなると思うんですね。とにかく、その狙った弦を、正確に繰り返し連打できることがすごく大事なんですね。そこでスピードが上げれることが一番大事だと思います。このスピードを上げることに特化して練習する。スピードを上げるためだけに練習するってことが大事で、ノイズとか手順とかね、譜面を見ながらタブ見ながらとかってやってるから伸びないんですよ。何も考えないでギター持ったらすぐこうやっていつも練習してください。必ず上手くなります。必ず速くなります。というわけで、うちのサロンメンバーさんもですね、単弦連打の練習をしております。ノイズなんか気にしなくていい。バンバン弾いてくださいってやった結果がこれでございます。いかがでしょう？皆さんですね、ノイズとか気にせず、もうとにかく連打に集中して練習してくださいってやった結果、最初のレベルはちょっと違いますけども、なんと1ヶ月ぐらいの練習でですね、ここまで来ました。
1ヶ月ですよ。この結果から見てもわかるように、多くの人がですね、そこに混ぜなきゃいいのに、いろんな情報混ぜなきゃいいのにな、これだけやればいいのにっていう時に、いろんなことを混ぜてしまって、いろんなことを気にしてしまって、ちゃんとフォーカスできずに、その速さだけにフォーカスできずにですね、練習してるからなかなか伸びないってことが起こっていますね。というわけでですね、ギターというのは、ピッキングとか、フィンガリングの精度とかだけじゃないと思います。もちろんノイズがないことも大事だと思いますし、ハーモニーをどうやって選ぶかとかね、そのサウンドとか、いろいろ要素がね、集まって一つのギターだとは思うんですけど、このフィジカルのトレーニングに多くの人が悩んでるじゃないですか。指が動きません。ピッキングが早くできません。これは、まず混ぜないでしっかりとトレーニングすればみんな速くなるんですよ。例えば、九九っていうのがありますよね。1から9まで九九をやるじゃないですか。それをとにかく暗黙知と言って、何も考えなくても81が8、82が16とかって言えるように練習しますよね。その時にね、2桁の暗算もできるようになった方がいいよ。日本人だから漢数字でもやった方がいいよって、そのアドバイス聞きますそう。複雑にする必要ないんですよ。フィジカルの練習はフィジカルの練習です。シンプルでいい。ここが結構分かってなくて伸びない人がめちゃくちゃ多いなと思います。で、ここまで言っても、その言葉がうまく届いてないこともよくあります。とにかくシンプルになんですよ。シンプルにみんなが驚くようなスピードまで持っていく。ここがすごく大事なことですね。てなわけで、40歳からの早弾きにとってめちゃくちゃ大事なこと、ノイズなんて気にするなってお話をしました。とにかく自分がやりたい、スピードを上げたいものにしっかりとフォーカスするってことです。例えばこういう風に言うと、1日8時間ずっとピッキングしてましたみたいな極端な話になっちゃうんですけど、そうじゃなくて、人間っていうのはちょっとずつしか伸びないので、毎日しっかりとやることが大事なんです。毎日5分でいい。なんなら3分でもいい。とにかく皆さんが鍛えたい。ね。ピッキングならピッキングだけ。しかも、フレージングとか混ぜないで、とにかくシンプルな練習を1日3分やってみてください。それを毎日取り入れる。あとは自分の好きな曲とかを練習したらいいんですよ。そういう練習をすることによって、フィジカルっていうのは圧倒的に上がってきます。ここがなかなかね、伝わらないんですよね。やっぱりシンプルにしちゃうと、こんなことやってて、上手くなんのかなっていう風に不安になるんですよね。未来のことは考えなくていいです。今日やったかどうかだけ、それをちゃんと練習したかどうかだけに集中してですね、しっかりとやってみてください。めちゃくちゃ伸びます。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。今日はね、もうほんと有料級の話をしました。ここがわかるかわからないかで圧倒的に差がつくっていうことに気づいていただけたらいいなと思いますね。はい。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。このビデオが学びになりましたら、チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。引き続きですね、いろんなビデオありますんで、見ていただきたいですし、LINE 公式とかもやっておりますので、ぜひ登録してみてください。そして、SNS もいろいろやっております。SNS の方ではですね、最近、ナイス&スローって言って、まあちょっと難しいフレーズをですね、スロー再生で皆さんに見せるみたいなことやってますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。それでは、また。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。